ご視聴ありがとうございます。ワイヤークランプカッターのご紹介です。最近は地震対策で棚にワイヤーロープが使われているのをよく見ます。ステンレスのより線を使って固定をしていますが、その端の処理方法の一つにアルミスリーブを使ったカシメがあります。このカシメ作業を行うための道具がこれらの製品です。一回やってみます。ワイヤーを輪っかにしてスリーブに通します。必要なサイズの輪っかを作ったら、まず工具の先端でスリーブをひょうたん型に潰します。続いて今度はひょうたん型になったスリーブを潰すように縦方向に 2,3 箇所かしめます。これで片側ができました。ワイヤーを必要な長さで切断し、同じように反対側も作業をして完成です。両端に輪っかを持ったワイヤーが出来上がりました。私はバイクでもこれを使っていまして、ベタピンの落下防止に使っています。ブレーキのパッドピンやカウル止めるクイックファスナーに使うベタピンに使うことが多いですね。よく使っているワイヤーのサイズはコンマ81。ブレーキピンに開けられた穴を通すには1ミリ系だと通らないこともありまして、このサイズを好んで使っています。ベータピンの紛失防止兼ワイヤー引っ張ればピンを外すことができますので、なかなか便利。工具いらずでパッド交換が可能となります。ただ、これではベータピンの抜け防止にはなりませんので、厳密にはベータピン自体にワイヤリングをする必要があります。ワイヤリングしますとステンワイヤーの利便性はちょっと薄れるので、そんなにやるメリットもないんですけど、かっこいいのでなんだかんだやってるっすね。使ってます道具は有名なトップさんのとスリーピークスの2本。スリーピークスさんのはジョイントが2つ入ってまして、ちょっとこだわりの作りという感じ。全長はトップさんが短いのですが、使用レンジはトップさんの方がワンサイズ上まで扱うことができます。対してスリーピークスのは小さい方にレンジが1つ広いですね。ヘッドの作りがこちら。どちらも似ています。サイド部分にワイヤーカッターが備わってますね。切断可能ワイヤー径はトップさんが 3mm まで、スリーピークスさんのは 1.5mm までとスペック上は倍ほど違いますが、使っていて両者にそこまでの違いは感じてません。スリーピークスさんのがスペック的にかなり抑えめに書いている感じ。どちらも軽い力でサクッと切断することが可能です。両者で大きく違いを感じるのはセーフティーのかけ方とグリップの滑り止めです。トップさんのはレバー式のセーフティー、スリーピークスさんのはボタンスライド式っていうんですかね。で、グリップは適度に柔らかいスポンジゴムとベタッと手に吸い付いて滑らないゴムタイプとなってます。使い比べてみて、個人的にはトップさんを好んでいます。手の小さな私には適度に滑ってくれるグリップとロックレバーが扱いやすいんです。ロックを解除した際に握り直すことなくそのまま使える。スリーピークスさんのはロック解除してからちょっと握り直す必要がある感じなんです。グリップの開き幅はスリーピークスさんの方が狭いんですけど、手の中で座りが悪いとも違いますが、使っている最中も握り直していることが多い印象があるですね。対してスリーピークスさんの良さは剛性の高さです。握り込んだ時のしっかり感はこちらが高いですね。それからグリップ閉じた時の隙間が大きいのも気に入っているポイント。このおかげで握り込んだ時に親指を挟む心配は少ないです。怪我することはないでしょう。両者比べてそれぞれ特徴はありますが、どちらもしっかりと使える良い道具だと感じています。どちら選んでも不満はそう多くは出ないでしょう。スリーブを使ったワイヤーの結束。道具があれば簡単に作ることが可能です。1mm のワイヤー2本使って試していますが、こんな細身でシンプルなのに成人男性が懸垂をしても外れることはありませんでした。物を釣る収納に使ったり、釣りの仕掛けに使うこともあるみたい。その他用途は様々ありそうです。今回紹介しました2本は細めなワイヤーに対応した道具です。ピンときた方、トップさん、スリーピークスさんのワイヤークランプカッター、ぜひ使ってみてください。ご視聴ありがとうございました。当チャンネルではこんな感じに道具の紹介をしております。お時間許しましたら他の動画も覗いていってみてください。皆様には再びお会いできますことを願っております。それでは次回まで。See ya。